おはようございます。画家のぎそです。今日はですね、ちょっとですね、大きな作りを意識してということで、初めのところ、大きな作りを意識して描いていっております。その部分というのは結構皆さん一般の人、なかなか難しいかもしれません。こちらの方の作品になっております。ざっくり書いてます。細かくは書いておりません。大きな作りを作ることによって、ちょっと書いただけでも十分作品になるというところをお見せしようと思います。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。キャンソン市ですねを B3 を B4 に半分に切ったもので、奈良の興福寺を描いてみました。猿沢池という池ですね。もう奈良県民にとっては誰もが知っている、猿沢池側から見た興福寺の五重塔を描いてみたという動画です。鉛筆の筆圧なんかね、これぐらい軽く、皆さんね、あんま強くせんようにね、軽く、下書きを。でもかなりざっくりと書きますので、今回は、もう1時間程度で書いたものですけども、土台の作り方っていうかね、その辺をしっかりとこう学んでほしいんですね。しっかり学ぶということで、しっかり見ていただければと思います。ちょっとマスキング液も使っておきました。これはシュミンケというスティック状のマスキング液ですね。もう本当のハイライトのハイライトみたいなところだけ、マスキング液をしておきます。大きく言いますと、まず、雲、空ですね。曇り、空ですけども、雲を描いて、水辺をザクッと描いて、そして中継のところも土台をしっかり作るということ。もうここに、絞ってます、完全にね。で、やっぱりこう、そこのところの土台って何ですかってよくね、わかりませんという人いますけども、陰影というのをしっかりつけていくというところをお見せしようかなと思ってます。水面のところマスキング液を使ってきます。乾燥。もうね、とにかく自然乾燥がいいと思いますよ。マスキング液を使用される方はね。そして、雲を描きますね。こんな感じかなということで、水をしっかり浸してから、プルシャンブルーみたいなのにちょっとこう、クリムソンレーキみたいな色を入れて紫色にして、ちょっとそれじゃあかんなっていうことで白も足してみたりとかしました。白ですね。まず水だけで。で、もう後ろの五重塔の方までもう入ってもええかなということで、ズドーンと水だけで。で、ちょっと雲の隙間みたいな明るいところみたいなの少しティッシュで拭き取っておいてから、ちょっと紫色みたいな色を作って、もっとグレーにしたいなと思って白を入れて、ちゃんとね。にじましていく。要は大きな作りの石、まず第一として奥の空を描いてみる。奥の空を描いてみようと思いました。なんかこうカラッと晴れててりゃいいんですけど、この日は曇りでしたので、曇りは曇りで味わいあるかなということで、曇り空を描いてみたということでございます。ドワーッとにじんでいきますよね。ドワーッとにじんでいく。白も足してグレートーンを作って、曇り空の雲を描いていきました。かなりやっぱりこう明るくなりますので、これガンと置いてますけど、この辺りとかも後で見るとかなり薄かったなと思いますので、そしてちょっと隙間のところとかティッシュとかで拭き取っておいたりとかして、もっと濃くちょっとしていったりとかしていってます。まず大きな作りの第一、またポイントですけど、空を描いてみる。もう何でもそうなんですけどね、小さい作品ってそんなにこう大きい作りみたいなの作らんでもね、なんとかパワーファイトで乗り越えていけるんですが、大きい作品100号とかね、なってくると絶対大きい作りって必要になってくるんですよ。20号、30号ぐらいになるとやっぱ必要かなと思いますけども、公募展とか出そうと思った時に大きい作品かなというので30号、50号とかなった時になんかちゃうぞっていう感じになること多々あるかと思います。ちょっとこうにじましながらふわーっとこう雲をしておきました。で、これぐらい塗ってあってなんとなく曇り空に見えてきたらまだ濃くちょっといこうかなと思ってるんですけど、やっぱ乾くとねだいぶ明るくなりますよ。だいぶね。だからこうその段階を思い切ってある程度いけるかどうかというのが大事かなと思います。ね、大事かなというふうに。そして、この猿沢池、亀がいっぱいおるんですけど、この日はおりませんでした。水のとこズボンと。でベターっと塗るんですけども、ちょっとこうやっぱり水面とかも意識しつつ塗っているという、これも大きな作りですね。大きな作りをズンズンということで、このキラキラ光っている水のところなんていうのは
ですね、ちょっと濃厚にしまして、という感じで大きな作り、どんどん大きなハケで描いてってます。こういうのがね、苦手、難しいわっていう方多いと思うんですけどもね、こういうところも参考になるんじゃないかなと思います。ドワーッとね、置いていきました。水をマスキング液の場合というのは、ちょっとずつこうね、細かく塗っていきながら塗っていっているわけでございます。ちょっと水面に映っているところなんていうのも少しこう濃いめに描いておこうかなと思って、ですね、濃厚にしていっているわけですね。わかりますか？わかりますね。この段階だと映画何ができるかわからないですけど、まず大きく作っていってることはわかるわけじゃないですか。この大きく作るっていうことで、少しこう斜めにしながら塗っていったりすると周りと少し滲んだりするぞとかっていうことを、やっぱちっちゃい筆でちょんと描くよりもドンとまず置いてみようということをお伝えしたくて、今回動画にしましたね。ちょっと濃厚な、これは何ていう色でしょうかね。緑色ですけどもね。で、完全に乾燥後ですね、ちょっとこれですね。やっぱりああいう風になんかシミみたいになってしまうんで、これは、激落ちくんみたいなやつですね。それをちょっとちっちゃめに僕なんか切って、水だけをつけて、キュッキュッキュッと拭き取ったりすると、取れた。よかった。あんまだから細かくね、気にしないでくださいね。もう多少の失敗は誰だってありますからね。そういうことですよね。ちょっと拭き取って。結婚するときはこんな旦那さんじゃないと思ってたのにみたいな人もいるんじゃないですか。よくわかりませんけどね、適当なこと言ってますけどね。こんな太って、髪の毛もどんどんなんか、すみません。で、50のトーンとか、これもちょっと土台ですよ。土台作ってるんですよ。陰影をやっぱりつけるためのね。で、よう言うてるんですけど、同じ色ベタっと塗るんじゃなくて、その色の中にちょっといろんな微妙な色とかを差し込んでほしいなと思うんですね。ほんの少しずつですけどね、思い切って違う色を塗ると怖いかもしれないんですけども、今ちょっと下の方になると緑っぽくなりましたよね。緑っぽいちょっと葉っぱ、木々がある感じ、松かなみたいな感じとかですね。これも実は土台です。土台を作っていってるわけです。陰影の、影の方、A の方だけをまず描いていくような気分、暗いとこだけを描いていくような気分で、それでこう、空の方に出ていってるところっていうのは慎重に、ちょん、毛先を使って慎重にちょんと描いていってください。この辺りというのがですね、これも一応土台を作っているという作業なんですね。陰影でもう、一部に行くんじゃなくて、もうとにかく影の部分だけとか暗い部分だけドンと塗っていこうということで、葉っぱとかもこう描いていってます。とにかく空にこう突き出ているあたりというのは特に慎重に描いていってください。そういう風にしていかないといけません。これ見ると分かりますよね。ちょっとこの中だけでもいろんな色が少し感じられるの分かります。50の塔の方はちょっと茶色みがかってて、下の方は少し緑みがかったり青みがかっているなとか、こういうことを前後関係を出すということも含め、建物の個々の固有色みたいなのの下地みたいなのを置いていってるわけですね。もう一度言いますけど、ここの、固有色の下地みたいなのを置いていって、影の色だけでも違う変化をつけていったりとか、そしてこれもやっぱり本当に青っぽいのを今置いて、後でまたもうちょっと緑っぽいのを置いてみたりとか、やっぱりちょっとずつ変えていくわけですね。こういうところすごく参考になるんじゃないでしょうか。それだけでもなんとなくもうかっこいい感じになってきたんじゃないですか。やっぱりかっこつけてくださいね。一歩一歩の線一つでもね、なんかただ淡々と描くんじゃなくて、かっこいい線引いてみよう。やっぱそこがアマチュアとプロの違いっていうところはちょっと出てくるんですね。やっぱ一生懸命写真を写そうというんじゃなくて、かっこいい筆致とかかっこいいにじみとか、でそういうのを初めからやっていて、それが土台としてしっかり成り立っていったら、絵画としては成り立つんですね。一層でも十分かっこよく描けます。必ず何層も描かんといかんということではないんです。このことが理解できると非常にね、ここの段階で緑があったり、濃い濃紺のブルーがあったりとか、やっぱバリエーションがすごく豊かなの分かりますか？で、こういうところ分かっていただければなと思って今回動画を作りました。手元もこういう風にアップにするとね、こういうところなんかもね、やっぱり空に突き出たところというのをもう本当に大事に慎重にね、書道をやっているような気分で描いてみるとかいうね、感じかもしれませんよね。で、ちょっとこういう水面との設置しているあたりというのは少し慎重になりつつ描いていってます。隣でこっそり見ている気分になるんじゃないですか。近くでね、見ていたらこんな感じでしょうねっていう感じで。そしてじゅーっと水面とかを描いて、水面をぎゅーっと描いていってます。
わかりますかね。ぎゅーっと描いていく。で、横の線が中心ですけど、手前に来ればちょっと斜めが強くなってくる。お寺の方とかいうか、上の方に行けば水平線なんで、水平になっていくということを意識しながらやっていってみてください。やっぱ水を描くというのも非常に難しいですけど、本当にその辺、ある程度分かってきたら描けるようになってくると思います。透視図法なんですね。パースペクティブという語ですね。で、五重塔の先端が映ってるあたりは濃くなってくる。もうこれだけで要は土台というのができているの分かります。この段階ができるかどうかなんですよ、実は。ねえ、皆さんすごく難しいですけど、これをしっかり勉強してほしい。やっぱり濃淡というのがしっかりついているという状況をやっぱりしっかりつけてあげるということをやっぱりしっかり意識してほしいなというふうに思います。ね。でそして完全に乾かした後にマスキング液をぐいぐい外していっているわけですね。こういうゴム手袋みたいなんで私はやっていくんですけども、ぐいぐい剥がしていくという感じでやっていっております。ねそして、最後は手でやってくださいね。やっぱり取れてないとことかすぐ分かりますので、手で最後は必ずやってくださいという感じで、そしてディティールももっと描いていく。要は1段階目1層目が終わったこの土台の上に2層目のことを描いていく。このやっぱり土台の段階というのをしっかり作っていくとある程度出来上がるという。例えば僕なんかライブ配信で見せてるのは案外この土台の仕事なんですよ。でそこのところっていうのはやっぱ皆さんなかなかできないんやなっていうのがあるからそこに集中的にやっているんですね。実はそういうのをこっそり、皆様にお勉強をしてもらおうかなと思ってそういうのやってたおじさんねやってたんですよ。皆さんの知らないところでね何をやってんのかな。ライブ配信1時間ぐらいで書いて早い終わりじゃなく実は土台作るの見せてたんですよ。それしつこく見せることによってなんとなく意識ができるようになっていった人と、そうじゃなくてうわ早いとかねうわーっていうだけじゃなくて土台パパパパッと作ったことによって細かい描写というのが後で生きてくるということが理解できたちょっとタイムラプスというのでもうお見せしておきますね。もう水面とかこういう縦の線というのは縦を中心に描いていったりするようにバーっと描いていってます。あまり水面とかにも意識いくというより今回だんだんっていうことを大きな作りということをお見せするということがメインでしたので、そんなに細かい描写まではいたしませんでしたがいかがですか。参考になったんじゃないでしょうか。もうこれで書ける気がするぞと皆さんなるでしょう。できますよう言うてますけどね、できます詐欺じゃないかみたいな感じか。やっぱね最終的にはね一個一個大事に作品を作り上げながら一つ一つちゃんと意識を持って何を今回目的にするのかということを意識持たないとただ淡々とやってたらなかなか成長って遅いんですよ。やっぱり今回はじゃあ先生に言われたように土台というのをちゃんと作ってみよう。それで固有色があってこれちょっと水で拭き取ってますけどね濃淡つけてみようとかいうのを土台を作るんやと家を建てるための基礎作るんやとかね杭打つんやとかね、そういうことを少し覚えておいたら非常にいいんじゃないかなというふうに思います。ちょっと拭き取りました。それで、このぐらいで、飛行機の時間が来たのでごめんなさいこのぐらいで今回終わりにしようかなということでざくっと書いてみた。こういうのも非常に参考になるかなと思います。皆さんもぜひぜひその土台を作るということを少し意識してサインを入れて終了といたしました。ありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントなどいただけるとごめんなさい読んでますからねちゃんとね嬉しいです。アウトプットは大事ですよ。ではでは。ご視聴ありがとうございました。どうだったですか。ざっくりとですね、わかりました。なんとなく陰影とかね、こういう風な作りですね。ここは水です、空ですとか、建物です、光です。こういうところをちょっと意識しっかり持って、出だしの部分考えてあげたり、書いてる途中もそういう意識を持って描いてあげると非常に成長すると思います。頑張ってください。では。